すまんかった。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。前回の動画、目標の体重までダイエットには成功したんだけど、パワー不足で離陸速度に達することができなかったよ。あと、ローラーの取り付け部分に、耐久性がないことが証明されたよ。欲しいです。はい、安易に力を手にすることにしました。前回、使っていたのは6015モーター。今回、手に入れたのは8520モーター。結構大きさも重さも違うんですよね。8520モーターの重さは、5.6g、2.8Y。6015モーターの重さが 2.0g だったので、2つとも8520モーターにすると 7.2g の増加。40g 近傍のマシンにとってこれはでかい。が、離陸するためのパワーは欲しいので、8520モーターを搭載できるように設計変更。もう一つ、ローラー取り付け部の脱着問題。前回はローラーを取り付けるカーボンロッドの下側を、サイドスカートに接着していたんですが、どうもこの設計が良くないのではないか？この設計だとローラーが壁から力を受けた時に、こんな感じで回転する力が働いて、この辺りに応力が集中、脱着してしまうのでは？と考えました。ということで設計変更。ローラーのカーボンロッドを上下で支える形に。これなら壁からの力を受けても、回転する力は生まれないはず。さらにカーボンロッドを直接接着するのではなく、小さいブラケットにはめ込む形にすることで、サイドスカートとの接着面積を確保しつつ、ローラーを交換可能な構造にしてみました。重量も概算で 0.5g の増加に収めています。早速 3D プリンターで召喚。まずはボディ、サポート材がいつものようにジャングル。で、こちらがローラー取り付けのブラケット。小さいのでまるでゴミのようだ。サイドスカートの形状も変わったので新作。0.5mm 厚のカーボン、カッターで切るのマジできつい。ローラーはこんな感じでブラケットにはまります。良い具合の抵抗感があって簡単には外れなそう。回転もスルスルグッドだ。ブラケットを接着剤で接着。左右前後のスラストは0度になるように調整しているぞ。ボディに 0.2mm 厚のカーボンシートを接着済み。今回は接着剤が多すぎたのか、白化がすごい。多少拭いても取れなかったのでこのままとしよう。ボディの継ぎ目の段差をやすっていく。段差があると流れが剥離するので丁寧な仕事が必要だ。モーターを取り付けていく。半トルクで回転しちゃうと配線が切れるので、多少のキツキツがグッドだ。サイドスカートを取り付けて配線。とりあえずリポ1本に対して、モーターが並列になるように配線してみる。配線完了、モーターの回転チェック。はい、モーターの配線が逆だったみたいです。あと、プロペラの取り付け穴もガバガバだったみたい。で、修正したものがこちら。前回までは感じなかった強い推進力を感じるような。あと、プロペラはロールモーメントを打ち消すために、左右で回転方向を反転させています。で、気になる体重は、44.3g、22.2Y。前回の 36.0g から 8.3g の増加。力を得るためにはデブになることも致し方なしか。とりあえずフラット JCJC でパワーアップを確認していく。前回は1秒を切れなかったが、今回はいかが？これは速そう。1秒ミリ。これなら LC で離陸可能な速度に達しているはず。
はい、ローラーが脱着、ダメだったようです。いや、私の設計に間違いはないはず。きっと接着不良に違いないので、再接着してテストを続行だ。再接着、1番、指定在座本番 JCJC。華麗に離陸できるのか？そのパワーを解放するとき。やった、離陸に成功だ。すまんかった。すまんかった。すまんかった。もちろん知っていました。ルール無用 JCJC は LC で離陸しないことを目標とする競技だということを。取れ高が少ない動画をどうにか面白くしたかっただけ。なんです。はい、してはいけない離陸をしてます。LC 入り口のコーナーでアウトリフトしていますね。当初の計算では、LC 頂点付近まで、ベンチュリー効果によるダウンフォースで、コースに張り付いている予定だったのですが、これはどういうことだってばよ。はい、ということで今回はここまで。右フロントに少しスラストをつければ、とりあえず LC をクリアできそうではあるんですが、それでは空力に負けた気がするので今回はなしで。それよりも他のライバルたちがうまくいっている、ベンチュリー効果が機能していないのが気になって。ということで次回はそのあたりの検証をしていきたいと思います。ではでは。